こんにちは、ひろじいです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は、平山温泉で湯あみをしようと、久しぶりに2人で出かけてきています。温泉が旅の目的ではありますが、旅の楽しさは、そればかりではありませんよね。宿に行く、道の途中で、気になる場所に寄ってみるのも楽しみの一つです。そして私たちは今、南関町の豊前街道お茶屋跡にお邪魔しています。この場所は、南関町役場の裏手にあたり、ちょっと道が分かりづらかったので、公民館の駐車場に車を置き、歩いてきました。受付で署名をし、入館料金200円を支払います。館内では、ボランティアの宿場町田楽人と言われる方が案内してくれます。ボランティアの方のお話を要約すると、南関は国境警備のための席が設けられていたとされる場所であり、交通の要衝として発展した地域で、肥後国内における最終の休憩、宿泊地点となるため、藩主等の参勤交代の際に利用する施設として、このお茶屋が設置されることになったそうです。それでは、館内を見て回ります。藩主や重要な客人が滞在する部屋、本庭となります。襖の奥が、小姓部屋で、藩主の付き人や、客人のお供の人が滞在した部屋になります。組子で装飾された書院窓は、職人の巧みな技を感じられる立派な障子ですね。廊下に出て見上げると、竹を使った化粧の字がとても綺麗です。廊下の奥には、トイレがあり、大用の便器には、取っ手状のものがついています。使い方としては、こちらを後ろにして座り、この取っ手状のものに、着物の裾をかけるのだそうです。商用は、今のものと大差ないのにびっくりです。ぐるりと回って、北側の廊下に来ました。色づき始めたもみじと、小さな池の庭がありました。池や庭には、竹で作られた照明が設置されており、今年は、11月6日から来年1月30日まで、17時から21時まで明かりが灯り、幻想的な景色となるそうです。ところで皆さん、この池の形、何かに見えませんか？心の池といって、心という字を表しているそうです。お殿様が座るであろうと思われる場所に、座ってみました。この場所から見える眺望が、ここでは一番なのだそうです。正面に見えるのが大津山ですが、富士山のように見えませんか？大津山が富士山のように見えるのは、この方角からだけなのだそうです。1時間ほどの滞在でしたが、大変勉強になりました。お茶屋跡から平山に向かう途中、気になる像があって立ち寄りました。駐車場脇広場にあるこの像は、和に三兄弟の武者像で、近くに見える小高い山が、朱閣や空堀、廓の跡などが残る田中城跡だそうです。田中城跡の駐車場で、小休憩の後、平山温泉の阿蘇神社に立ち寄りました。鳥居前の大イチョウが、見事に色づいていて、思わず車を止めてしまいました。前回来た時は、椿の花が綺麗でしたが、今回は、
イチョウの紅葉が見られ、幸せな気分です。それでは、宿に向かいましょう。平山温泉、旅館、今村に到着しました。こちら、今村さんでは、貸し切り家族用を併設しており、旅館の客室を利用した食事付きの日帰り温泉も対応されています。日帰り利用のお客様が15時まで利用されるので、こちらの宿ではチェックイン時間が16時となっています。宿の周りのカエデもしっかり色づいて綺麗ですね。宿にはチェックイン時間より20分ほど早く着いてしまいました。車の中で待つことも考えましたが、フロントに尋ねてみると、準備ができていますので、お入りください、と快く応じていただきました。一晩、お世話になります。玄関を入ると、正面にフロントがあります。チェックインを済ませ、部屋に案内していただきます。私たちの部屋は、離れの部屋のようで、綺麗に色づいた、もみじを見ながら渡り廊下を行きます。こちらが今晩過ごすお部屋です。それでは、入ります。楽しみですね。お部屋は10畳の円付き、リニューアルされたばかりなのか、とても綺麗です。中庭もあるようですね。入り口向かって左は床の間になっています。床の間には掛け軸がかかっていますが、その前にテレビと貴重品金庫が置かれているのは間取り上仕方のないことですね。入り口脇の引き戸が気になります。襖を開け入ってみます。中には洗面化粧台が据え付けられ、ぐるっと振り返ると、後ろにはハンガーラックが備えられています。ウォークインクローゼットといったところでしょうか。お風呂の方も覗いてみましょう。洗面台が2箇所あるのは、朝忙しい時に嬉しいですね。お風呂は石張りで、広さも十分あります。内風呂ですが、左右に大きな窓があり、開放感があって、風を感じながら入れるのが良いですね。トイレには、便座除菌用の薬液噴霧装置もついています。小型の手洗い機が別についているのも嬉しいです。平山温泉名物、黒豆羊羹をいただいて一休み。入浴セットを確認し、
浴衣に着替えて大浴場に行きます。のれんをくぐると、鍵付きロッカーがあり、その右手に脱衣場がありました。洗面台の上には、除菌用アルコールと角質ケアクリーム。壁には、大浴場の入り方などが、面白く描かれている漫画が貼られていました。それでは、浴場に入ります。タイル張りの浴槽に、洗い場が5人分、7、8人でもゆったり利用できそうですね。山田温泉の湯は、トロトロな肌触りの美肌の湯、少し硫黄の匂いがする、アルカリ性単純泉です。窓の外に見える露天風呂に行ってみます。大小の岩で組み上げられた岩風呂が、南天やツツジに囲まれた中で、水面を揺らしています。湯口から出る、かけ流しの湯が、少なく感じましたが、こちらの底あたりから、高めの湯が流れ出ていました。露天で湯温を保てるよう、考えての方法でしょうね。南天が身を赤く染め、葉もまた赤く染まり始めています。私の肌も、ほんのり色づいた気がします。そろそろ、部屋に帰りましょう。こちらの宿では、朝夕とも食事は部屋食となっていました。宿は大変でしょうが、嬉しいサービスです。今夜の献立を紹介します。前菜として、うなぎの八幡巻き、みょうが寿司、川魚甘露煮、手長エビ、ムカゴの道明寺流し、ほうれん草の白あえ、タコ、きゅうり、網茸などの酢の物。中でも網茸は独特の食感で美味しかったです。銀だらのゆずあん焼き、菊かぶら酢漬け添え、マグロ、カンパチ、クエのお作り。しのぎとして茶そばがありました。茶碗蒸しには、うなぎとチーズが入っていました。牛肉と野菜の豆板焼き。お吸い物の具材には、ホタテのつみれと純菜が入っていました。それでは、食前酒の梅酒からいただきます。茶そばをいただいたところで、豆板に火をつけて一息です。今回の特別料理、馬刺しが届いた時に、それまでの食器を片付けていただきましたが、そこでちょっとした失敗をしてしまいました。豆板焼きを食べるときに気づきました。
豆板焼きのタレも一緒に下げてしまってました。改めてタレを届けていただきました。ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。彼女は性格上食べ終わった食器は次々と片付けてしまいます。宿の人に任せれば良いと思うのですが、テーブルの上に物があるのが嫌なようです。ごちそうさまでした。部屋にお風呂はついていますが、家族湯が利用できる宿泊プランなので、せっかくだからと就寝前に家族湯にやってきました。こちらの家族湯は22時で受付終了です。トイレと休憩場所は受付棟にあります。今回私たちは露天風呂付きの部屋を借りることにしました。内風呂は石張りの浴槽で大人2人が入って1回、3人はきついかな。露天風呂は岩風呂風になっていて、こちらも大人2人がゆっくり入れる大きさでしょうか。内風呂で体を温めた後、露天風呂で星空を眺めます。隣の風呂からファミリーらしい話し声が聞こえてきます。もう一度内風呂に戻り、体をよく温めて部屋に戻ります。おはようございます。朝7時、朝風呂から今日のスタートです。今日一日の元気の源は、美味しい朝食から。いただきます。チェックアウト前に、宿のご厚意で、本来は、覗くことさえできない、女湯の撮影をさせていただきました。こちらの宿では、浴場の男女入れ替わりはなく、もみじの綺麗な露天湯を、男性は見ることができません。内湯から露天に通ずる道の脇には、もみじが植えられており、梢の方から色づき始めています。敷地内の他のカエデより、色づきが遅れているのは、温泉熱で、周囲の気温が高いからでしょうか。女性用露天風呂です。風呂にかかるもみじは、まだ青いですが、色づいたら素敵な景色になるでしょうね。奥から見ると、一本だけ赤く染まっています。全部が赤く染まった時、ここは錦に彩られた風呂になることでしょう。ありがとうございました。全9室の山あいの小さなお宿、今村さん、大変お世話になりました。今回利用した宿泊プランは、内湯付き客室、熊本名物馬刺し付きプラン、価格は、お一人様、18,000円でした。嬉しいことに、チェックアウト時に朝どれ卵をいただきました。こちらの家族湯の利用料金は、1部屋4人まで50分、内湯1000円から内湯に露天風呂付き1800円までとなっています。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コロナウイルスの新規感染者も低レベルで推移し、GoTo トラベルも再開される模様となっています。そして、暖かな温泉が恋しい季節が近づいてきています。また、心にも財布にも優しい宿を探して出かけたいと思います。それでは皆さん、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。